今回は M 次元で追加されたジワレをメインにした構成でランクバトルに潜りました。ジワレについては改めて説明することもないと思いますが、とにかく威力が250でバカ強い代わりに発動が遅いです。ソーラービームが威力120なことを考えると2倍以上ですから、それをタイプ1で使えばほとんどがワンパンで倒せるはず。最近は初手で強化技を積むことがほとんどになっているので、実際の殴り合いは2ターン必要。そこを積まずにいきなりジワレを使えば発生が遅いこともカバーできるんじゃないかと、今回はそのようなコンセプトでジワレを使えるポケモン3匹で挑みます。使うポケモンはドリューズ、ゴルーグ、カバルドンです。それぞれ親分個体が共通でジワレの範囲を最大化します。技構成はジワレが必須で、あとは飛行に弱点をつけるようにしています。持ち物は一番柔らかいドリューズにタスキを、一番火力が低いカバルドンに命の玉を持たせています。ゴルーグはメガが強いのでゴルーグナイトを持たせています。構成は以上です。それでは実戦をやっていきます。ここは狭いステージなので始まったらお隣さんにいきなりジワレです。ドリューズはタスキがあるので相手が積むか交代すれば耐えれます。交代したところでもう一度ジワレを使えます。半減以下ならターゲットを変えた方が良いですが、勾配ならノータイムジワレでいけます。意外にもサーナイトがタスキを持っていたので焦りましたが、氷の牙で倒せました。ゴルーグに変えてさらにジワレを使います。本当なら20秒のリキャストが必要ですが、3匹ともジワレを覚えていれば実質のリキャストです。まあそのジワレも発動しなければただ立っているだけと同じですが、この3匹の中ではドリューズが一番火力が高くてタスキもあるので積極的に出てもらいます。弱点を避けるためにガブリアスが交代で出てきましたが、交代は難しいんですよね。範囲内でかけるにはかなりシビアなタイミングで交代しなければいけないので、しっかり離れることが重要です。サンデラを引っ込めずに押し切ろうとしていますが、カバルドンはいい耐久も結構高いので耐えれました。ジワレは交代するとノーリスクで使わせることになったりするので、相手にすると結構難しいですね。またシャンデラが出てきたのでノータイムの押し攻でジワレを使います。射程が結構長いのでこのステージだとかなり奥に逃げないとダメです。お隣さんには申し訳ないですが、まだまだやらせてもらいます。当たりスキルを狙おうと思ったのですが、ゴルーグ見てからシャドーボール余裕でしたと蹴散らされました。カバルドンを出しておけばよかったです。いいところにまたシャンデラがいるのでジワレをと思いましたが、さすがにもう読まれていそうなので穴を掘る。弱点なのでシャンデラなら倒せるかと思いましたが、弱点保険が発動しました。ということは若干 B に向っていた可能性が。サーナイトも倒せると思いましたが、良い感じのポジション取りでつけられました。カバルドンに変えてすかさずジワレ、ガブリアスだとつけられなかったのでダブルキル良いですね。青バフもあるので中央からジワレやっちゃいます。せっかく赤バフも取れたのに逃げられました。こちらも交代を切りますが、相手も交代できなくなっていくので最後は当たるはずです。あの椅子でも当たりましたか。赤バフがあったので穴を掘れば普通に倒せていたかもしれませんね。しかし今回はジワレメインなのでガンガン掘っていきます。次は一番広いステージです。相手からすると一番逃げやすいステージなので難しそうです。ドリューズはタスキを持っていそうなので、ここは堅実に穴を掘ります。ガブにタスキを壊されましたがジワレを使います。近距離で追撃されるとまずかったですが、一瞬離れたのでなんとか相打ちになりました。ジワレ
残りますね。ゴルフのジワレは当たらず、ラブラージは交代も難しいので先に技を消費させます。敵からゴーストダイブで相手は交代を切るはず。穴を掘るもそうですが、避けられる攻撃が来ると普通に交代しちゃいますからね。そしてガブリアスは技プラスの氷の牙でワンパンと不利な場面から綺麗な誘導が決まって嬉しかったです。良い感じに戦っているので横からジワレを、その間に赤バフを取っておきます。アイテムもダッシュしていたようです。タッチの差で取れました。タスキがあるので大丈夫だと思いましたが、さすがに近すぎました。良いところに青バフがあったのでカチコチゴルーブにラブラージュが出てきたので鉄壁も使えます。滝登りは微妙にひるむことがあるのでいきなりのジワレが使いにくいです。綺麗に避けられたのでカバルドンに交代。やっぱりこのステージだと対戦でも当てるのは難しいですね。見られていない位置から狙うのが良さそうですが、すぐに交代されてしまいます。今のはラッキーですが、親分個体だったのもプラスに働いていそうです。親分個体の技プラスジワレはマジで広いですから、これはバレてなさそうなので当たるか。よし、いける。当たりさえすれば当然ワンパンでしょう。ジャスト目的での交代でしたが、そこから来ていたらラージを良い感じに返し交代するようですが、マジだと避けれないんですよね。相手が奥に逃げるとマジでバカ広い判定に見えます。ここは技プラス氷の牙でしたが普通に間違えました。急いでストーンエッジを使うも倒せず、交代もできないのでこれは次です。まあこのステージで1キルできたなら十分です。次は一番狭いステージです。ジワレは当てやすくもありますが、敵を狙われるリスクも増えるのでどういう感じになるかですね。当たったと思いましたが普通にダッシュで逃げられました。ならば次のジワレを使うまでです。バブが横から殴ってきますが気にせずジワレ、良い感じに巻き込めました。このステージは出したもん勝ちかもしれません。狭いのでアイテムの回収もやりやすいですね。ドリューズさんまさかの連続空振りなのにタイと比べると若干小さくはありますが、もう少し近づいてから使った方が良かったですね。さらにゴルーブも空振り、狭いので当てやすいかと思いきや意外と避けられます。しかしこちらもダメージは受けていないので胴体の残り回数が減るだけですからまあ良いでしょう。今度はしっかり当ててくれました。やはり技プラスの範囲強化も重要ですね。横からじわれ美味しいです。すでに交代ができないので殴り合うしかありません。こういう時は技プラスを暗算してゲージを決めましょう。ガーブソルは移動も速いのでうまく当てられるかどうか。ゴーストダイブを使ってきましたがタイミング的には大丈夫なはず。ジワレの遅さをなめてはいけません。あとは判定の持続も。バブ相手でも関係なくジワレを使いましょう。通常ゴルーブの冷凍パンチは一撃で倒せないこともあるので他を巻き込めるジワレの方が良い感じです。うまくメガで逃げられましたがすかさずにしちゃいます。氷の牙で十分ではありましたがバルドンの耐久力はすごいですね。ジワレを狙ったおかげでダブルキルです。意外と正解だったのかもしれません。
キャストが追いつかなかったので、ここはゴーストダイブかけられましたが、ジュワレが使えるので OK です。微妙なタイミングで倒せたので付属に触れてしまった感じでしょうか。ジュワレも交代もできないのでわちゃわちゃしています。エイジが止められればそれで十分ですね。ジュワレしかしていないのに独り立ちの状態、そんなのがたくさんいたらゲームになりませんが、1人しかいなければ結構戦えますね。ラストはまた縦長のステージで、お隣さんはブレンアルマです。開幕はノータイムでジュワレです。相手は少し遅れて熱風を使ってしまったのでワンパンに連続でジュワレを使ってくるとは思っていないでしょうから、ここぞとばかりに連続リスキルを狙います。技プラスソーラービームではないので大丈夫か。良い感じにダメージは与えましたが、その位置での交代は罪です。運よく目の前に大バフも置いてくれたので悠々と3発目のジュワレやっちゃいます。今度は腕に徹するようですが、このステージに創造的にリスキルジュワレを避けるのは難しいんですよね。かなり足が速いポケモンですぐ離れたとしても技プラスだと届きそうな気がします。半減以下のタイプ相性の良いポケモンを出すのが一番ですね。呪いを聞いたのでわちゃわちゃしています。ジュワレ以外の技でも倒せそうだったのですが、結局当てられず、ドラゴンダイブに当たって倒れました。結構離れていたようにも見えましたが、気を取り直してアイテムを回収しつつジュワレを狙います。あれはお隣さんのサーフ号なので避けられそうですね。やはり当たらず、ジュワレしか使ってこない変態野郎は無視が一番という感じの動きでした。しかし気にせずジュワレを続けましょう。結構良い感じの位置だったのですが、誰にも当たらず、そのうち当たるでしょうから振りながらアイテムを回収します。良いですね。どんどん行きましょう。ブレンアルマが青バフを取ったのでゴーストダイブで良い感じに削れそうです。狙ってはいませんでしたがダブルキル良いですね。ジュワレが使えない状態でガブが来たので穴を掘って逃げます。ジュワレを使いたいですがここは剣舞裏を突かれてメタブロスが出てきたので仕方なく岩なだれ、さらに目が起きられて絶体絶命のピンチにタスキがあるのでとにかく早くジュワレを使います。なんとか配置まで持っていけました。包帯が残っていれば逃げたんですけどね。最後にもう一発ジュワレを使っておきましょう。海も思考もいらないのは強いです。まさかメダゴルーフをワンパンとはすごいです。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。ブログもまたチェックしてみてください。